全部動画を見て細かいポイントをチェックして追い込んでください。大胸筋が歩いてるバズーカ岡田です。今日は自重トレーニングの5大種目、その1番目、胸の種目をご紹介したいと思います。皆さん厚い胸板を作りたい方も多いと思いますし、女性もバストラインをきれいにしたいという方が多いと思います。家でやる種目の5つ、本当に大事な基本の5種目というか5パーツですね。5パーツの中の胸、ここを鍛えるトレーニングを今日はお教えしたいと思います。そのメジャーな種目としてはプッシュアップ、これは誰しも聞いたことがあると思いますし、なんとなくやったことがあるという方が多いんじゃないでしょうか。今日はその腕立て伏せをしっかりと解説して皆さんが怪我なく効果的にできるようにしていきたいというふうに思います。腕立て伏せというのはその名の通り、伏して寝て腕を立てて起き上がるという種目になります。この種目は大胸筋、これがメインとして、補助筋としてサブとしては三角筋の前部線、この肩の前側ですね、それから上腕三頭筋、これが同時に鍛えられます。それ以外には体幹をまっすぐに固めるために腹筋、それからお尻が動かないようにするために股関節の前側の腸腰筋、それから大腿直筋といった筋肉も鍛えられますし、しっかりと姿勢を固定するためにこういう動きが出ないように肩甲骨周りの前鋸筋、それから小胸筋といった意外にかなり多くの筋肉を攻めることができます。これはベンチプレスと似た動きになります。物を押すという意味で言うと、寝てバーベルを押すベンチプレス、地面に伏して自分の体を押し上げる腕立て伏せ、とても似ているように見えるんですが、今言った前鋸筋小胸筋というのは自分の体をしっかり固定しないといけないから、プッシュアップ、腕立て伏せの方がベンチプレスよりも鍛えることができますので、ベンチプレスの方が重りをつけれるからベンチプレスの方が効率的だというような考えではなくて、腕立て伏せにしかない効果もたくさんあるので、これまでベンチと腕立て伏せはベンチの方が上だと思ってたそこのあなた、それは大きな間違いです。なのでウェイトトレーニングをしっかりジムで行っている方も、ベンチプレス以外にこの腕立て伏せを取り組んでもらうことで新しい体の可能性が開花するというふうに私は思いますし、特にスポーツ選手の場合にはとても大事なトレーニングになります。それではやり方のご説明をしていきたいと思います。ではよく質問を受ける手幅の問題についてご説明したいと思います。前習いをするように手をまっすぐ上げてみてください。この時に指先が天井を向くようにしてつく、これはナローという状態になります。この肩からまっすぐ伸ばした線よりも内側に入ってくると大胸筋は鍛えにくくなって上腕三頭筋を鍛えやすいフォームになってきますので、この前習いした状態のこの幅、これが胸を鍛えるための腕立て伏せの最も狭いナローポジションというふうに覚えてください。ここから手を1個2個3個と離していくことで、その大胸筋に効く感覚が変わってくるので、これを後で試してみたいと思います。それでは実際に動きをやっていきたいと思います。じゃあまずはプッシュアップのフォームを見ていただきたいと思います。このフォームの解説をしたいと思います。足首、膝、お尻、肩までが一直線になるように体を支えます。この時よくあるのが、きつくなっていって一直線が崩れる、あるいは最初からお尻が上がっていく。これはバリエーションとしても有効ですが、胸の負荷が落ちるので、なるべく体はまっすぐにするということを意識します。反らない、上げない、まっすぐ、この状態のまま胸を地面スレスレまで下ろしていきます。また筋力が弱い人、あるいはズルをする人では下ろす深さが浅くなることがあります。これはパーシャルレンジ法といって、短い可動域を繰り返し行うことで得られる効果もありますが、基本は地面スレスレまで胸を落とすということを目標にやってみてください。では手をつく幅の説明をします。先ほど言ったように前習いをした状態からつくと、これをナローポジションと言います。この状態で腕立て伏せするとかなり肘が強く折れ曲がりますから、肘が痛くなる場合は注意ですし、大胸筋よりも上腕三頭筋、腕の裏側にある筋肉の方が負荷が強くなることもあります。なのでここから手幅を1つ分2つ分程度広げてみてください。この状態で行うと腕の後ろよりも胸への負荷が強まることが分かると思います。それではもう1つ分、3つ分離してみてください。この3つ分離すと、この肘の曲がりが浅くなりますね。このナローポジションだと肘が
強く曲がることに対して今123個分離すと肘の角度がそんなに折れ曲がらないのが分かると思います。体格にもよりますので、手幅の広げ方はその方が肩の前側にストレスがなく、腕の後ろよりも胸に力が入っている感覚が得られる幅でやってもらうといいと思います。ナローポジション、手を1、2、3個広げたポジション。この時に両肩を結ぶこの横のラインに手を置くと胸に引きにくくなって肩の前側に負担がかかるようになります。なので123個離して今度は手のひらを縦に1個分下に下げてもらうとこの肩の前側にストレスなく大胸筋に負荷がかかるようになります。初心者や女性の方で筋力がない方は、プッシュアップはなかなかできません。なのでイージーバージョンを推奨します。イージーバージョンは膝をついて行います。プッシュアップの姿勢で本来はつま先と手をついて行うところを膝で行います。こうすることで、体力がない方、筋力がない方もプッシュアップをすることができますし、上級者の方はプッシュアップをして動かなくなってきたら今度は膝をついてさらに限界まで追い込むという方法で、しっかりと深く鍛えていくことができます。プッシュアップの繰り返すスピード、テンポですけども1ぐらいのスピードでやるとストレスなくできると思いますし、力も抜けにくいと思います。一方123というスロートレーニングもまた違う刺激として大胸筋から負荷が全く抜けない完璧な状態を作ることができますが、精神力が問われます。123になりますから、精神の鍛錬もしたい人はぜひやってみてください。それからスピーディーにバーってやる方いますよね。これも筋肉を強くギュッて使うためには大事ですから、アスリートにとってはとてもいいと思います。ただし速いってことは最初と最後のところで力が抜いたりかかりすぎたりするということがあります。例えばギュンギュンってやる、ここでは強く刺激がかかりますから、違和感の元にもなります。ただこれは逆に言えば筋肉が一瞬で強い力を出す練習にもなりますので、そういう反応を求めたい方というのはスピーディーにやるのもいいと思います。すなわちノーマル、スロー、クイック、この3つを使い分けるのも刺激の変化としてはとてもいいと思いますので、まずは1秒1秒のペースでやってもらって、それからさらにバリエーションとしてスローやクイックをやるといいと思います。プッシュアップのポイントです。プッシュアップで鍛えたいパーツは基本的には胸の前、大胸筋になると思います。しかし肩の前、特に腕の後ろ、上腕三頭筋にも効きやすい種目なので、1つ目のポイントは胸が疲れているのか腕の裏が疲れているのかを自分でしっかりと感じてください。1セット終了後に胸の方の疲れが腕の裏の疲れよりも高い状態で終われば大丈夫です。2つ目のポイントは肩の前側と肘のこの先端に違和感があるかないかを感じてください。基本的には前習いの姿勢から2から3枚分手を離して、さらにその下に手を下げて行うとさほど問題はないと思いますし、もしわからない場合はこういうストレッチをしてみてください。こういうストレッチをしていった時にだんだんと肘を上げていくと肩の前側の突っ張りを感じると思います。なのでそうすると上げすぎになるので、少し下げたところで手を広げてもらえれば問題のないフォームになるかと思います。効果と安全性を両方保つことがトレーニングのポイントになるので、ぜひ実践してみてください。基本的にトレーニングにおいてこの自重トレーニングで何回というふうに規定するのは具の骨頂です。それはその方の体重も違いますし、持ってる筋力も違います。なので同じ10回といっても辛い方もいれば、すごく楽な方もいます。基本はその筋肉が限界になって動けなくなるオールアウト、ここまで追い込むようにしてください。これを目安として1セット、これを3セット程度行ってもらうといいと思います。インターバルは次のセットが元気よくできるぐらい休む。長すぎてもダメです。短すぎてもダメ。短くても1分とかにしてもらって、1分から2分ぐらいのインターバルを取って限界までの回数を3セット程度行うと効果が早く現れると思います。それではこの動画のまとめです。自重トレーニングの5大種目、その1つプッシュアップ、腕立て伏せ、このまとめは特になし。全部動画を見て細かいポイントをチェックして追い込んでください。以上、動画を良いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価をお願いします。今日はごめんなさい、
腕立て伏せにしかない腕立て伏せにしかない効果もたくさんあるので、